これはメイベルです。メイベルはアブラムシの一種で、セミ、カメムシ、トコジラミと同じ目に属する小さな昆虫です。これらの昆虫は獲物に口針を刺して生命維持に必要な液体を吸います。アブラムシの獲物は植物です。アブラムシが狙っているものは植物の中に隠されており、端から端まで一本の紐のように伸びた単細胞の管の中を流れています。これらは歯間と呼ばれ、束になって植物の最も貴重な資源である樹液の配管システムを作ります。樹液の成分は主に水と糖です。1リットルに含まれる糖分の量がソーダ1缶分の糖分もある植物もあります。光合成により絶えず糖が作られます。歯間は非常に高い圧力で作動する化学的ポンプのようなもので、最大でタイヤの圧力の9倍になります。メイベルは口針という長くて柔軟性のある針を使って樹液を吸います。植物の細胞の間の組織にゆっくりと口針をくねらせながら入れていき、歯間の1本に突き刺します。樹液の圧力は大変高いので、メイベルは吸う必要はありません。頭の弁を開くだけで圧力により樹液が消化器官に入ってきます。差し当たり知ってほしいことは、植物にしてみれば針を刺されて樹液を吸われたくないので防御しようとすることです。樹液そのものが防御物なのです。その仕組みを知るために、他の昆虫の消化管が安定して流れる樹液につながったと仮定してみましょう。樹液がその昆虫の細胞に触れると糖分の濃度が出ると、糖分の濃度がによって細胞内の水分が出ます。これはまさにナメクジに塩をかけると水分が出るのと同じで、樹液がたくさん入ってくるとナメクジの水分が多く失われるので、ついにはしなびて死んでしまいます。しかしメイベルの腸はスクラーゼという酵素の宝庫で、初糖スクロースの2分子を果糖の1分子と3糖類に変換します。メイベルは果糖を燃やしてエネルギーを作り、後に3糖類が残ります。それがどう役に立つのでしょうか。樹液に溶解している糖の分子が多いほど、メイベルの細胞から排出されうる水分も多くなります。樹液の中の糖の分子の数が減ると、メイベルから細胞内の水分を排出する力が弱まります。植物の樹液が中和されたのです。つまりメイベルは生殖に必要な数日分の全エネルギーを得ることができるのです。アブラムシの中には驚異のライフサイクルを持つ種もいます。例えばモモアカアブラムシですが、秋にオスとメスはつがいになり、メスは卵を産みます。春に卵がかえると幼虫はすべてメスです。成虫になってもこれらのメスは卵を産みません。その代わり生きた自分のクローンを産み、そのクローンもそれ自身のクローンをはらんでいます。つまりアブラムシのメスは同時に2世代のアブラムシのクローンをはらみます。科学者はこれをテレスコピックデベロップメント、入れ子式発育と呼んでいます。そのためアブラムシは素早くクローンを複製できます。1シーズンで20世代が誕生することもあり得るので、大量の糞が出ます。メイベルは2時間ごとに自分の体重と同じ量の糞をします。地球上で最も糞をする生物の一種です。1エーカー1200坪あたり数百キロの糞をする個体群もいます。ところでアブラムシの糞は皆さんのうんちとは違います。科学的に樹液とほぼ同じです。無色透明の甘いシロップ状の液体で、そう皆さんが蜜と呼んでいるものです。蜜を好む種がいます。蜜が大好きなアリの中には群れをなし、アブラムシのコロニーを守る種類もいます。見返りとして安定供給される甘い蜜をもらいます。アブラムシのお尻から直接飲めるのです。乾杯。人間も蜜は大好きです。ネイティブアメリカンの中には背の高い足から蜜を集めてケーキを作る部族もいます。蜂は蜜から蜂蜜を作り、人間は蜂蜜を集めて食べます。つまり植物が樹液を作り、アブラムシが樹液を吸って糞をし、蜂が吐き出してできた蜂蜜を人間が集めて一杯のアールグレイティーに少し入れるのです。アブラムシは昆虫の食物連鎖の重要な一部であり、生態系の繁栄を維持するのに役立っています。ではその生態系が機能しなくなったらどうなるでしょうか。生物多様性の途方もない重要性をこのビデオでご覧ください。